どうもー、こんにちは。いつもは高価格帯の時計の話をしてるんですけど、そういうのばっかりだと私が大富豪なんじゃないかと勘違いされる方が出てきてしまうのではい、たまにはカジュアルな時計も紹介しようと思ってまして、今回はおすすめのカジュアル時計モンディーンをしていく回でございます。あんまり高い時計はいらないよっていう方に知ってもらいたいのはもちろんなんですが、機械式の時計をよく使うっていう方にもおすすめしたいんですね。というのも、機械式って高級感があるものが多いんですが、クォーツはデザインにもよりますが、ちょっとカジュアルに行きたい時にちょうどいいんですよね。それで今回取り上げるモンディーンの時計なんですけど、すごく良くてですね、実は私も使っております。これはですね、カジュアル系の時計でナンバーワンですね。はい。とにかくおすすめの時計なので、カジュアルの時計欲しいけど何がいいのかわからないって方にはぜひ手に取ってみてほしいですね。で、最初に言っておきたいんですが、このモンディーンの時計はただデザインが好きっていうだけで推しているわけではないんです。ちゃんと語れるルーツがあるっていうところがいいんですよね。じゃあなんでそんなに推すのかっていうことを話していこうと思うんですが、そうですね。まずはモンディーンのことをさらっと紹介しますと、モンディーンは1951年にブラジルで創業しまして、最初は時計の輸入販売をやっていた会社でした。その後、時計の製造も行うようになり、1977年にスイスのチューリッヒに移転しています。モンディーンは歴史が70年くらいありますが、この辺は特に取り立てて言及することはございませんで、重要なのはモンディーンは1986年にスイスの国鉄のステーションクロックのデザインライセンスを取得していて、腕時計として発売したってことなんですね。そうなんです。モンディーンの代名詞的なこの時計は、元はスイス連邦鉄道のステーションクロックなんですね。というわけで、次にモンディーンの時計の魅力をお伝えしていきたいんですが、私がこの時計を推すのは先ほども触れましたが、まずは時計の本場スイスの鉄道時計が腕時計になっているっていう点です。スイス、鉄道、時計、いやー、もうこれだけで十分ですね。これがあれば買うだけの十分な理由があるんですが、もちろんそれだけではないんですね。はい、それはですね、この元となった鉄道時計は1944年にスイス国鉄の社員のエンジニアハンス・フィルフィカーさんが開発したものでして、ただですね、これ普通のステーションクロックを開発したっていうわけではないんです。というのも、当時の国鉄の時計って駅ごとに時刻がバラバラだったんですね。ちなみに駅ってスイス全土に3000カ所くらいあるらしいんですが、それがバラバラだったので鉄道の運行に支障があったと。そこで全ての駅の時計の時間を同期させることがハンス・フィルフィカーさんに与えられたミッションだったんです。それでハンスさんはどのように解決したかというとですね、基準となる時計を決めて、その時計から電話回線を使って毎分電子信号を送って時間を合わせることにしたんですね。で、毎分信号が送られるので、分針が進む時間が同期されるわけじゃないですか。そうすると秒針がずれるっていう問題は残るわけですね。しかしですね、この問題もハンスさんはユニークな方法で解決してしまうんです。それが秒針を58.5秒で一周させて 1.5 秒待ち時間を作る。その待ち時間の間に分針が同期して秒針とともに動き出すという仕組み。口で説明しても分かりづらいので、実際の動きを見てもらいたいんですが、どうですか？面白いですよね。この独自の機構はストップトゥーゴーと呼ばれていまして、スイスではとても親しまれている時計になっています。なので今だと電波時計とか正確な時間を表示することはできますが、現在もスイス連邦鉄道はこの時計を維持し続けています。というルーツがあってですね、モンディーンがこのユニークな鉄道時計を腕時計にしたという流れがあるんですね。はい、では次にデザインについて語ってみたいと思いますが、なんといってもこの時計、デザインが秀逸なんですよね。この時計のデザインもハンス・フィルフィカーさんが手掛けていますが、さて皆さん、鉄道時計として必要な要素って何だと思いますか？これは簡単なのでサクッと言ってしまいますが、視認性ですよね。はい、見てお分かりだと思いますが、この時計、針とインデックスはがっつり太くてとてもシンプルで見やすい。
これはですね、駅に設置する時計なので、あんまりカビでもいけないってことで、こうなったんだろうなと想像するわけですが、いいですよね。そしてやはり一番注目なのは秒針ですよね。この印象的な赤い秒針、先端に丸がついていますが、このデザインは駅員さんが列車の発車を合図する際に使用していた発車信号灯がモチーフになっています。で、この赤い針のデザインのルーツってそれだけではなくてですね、先ほどのストップトゥーゴーという機構にも関係していまして、58.5 秒で一周するということだったんですが、それだと秒針がインデックスとぴったり合わないじゃないですか。で、普通の時計みたいに秒針が細いとそれがバレちゃうんですよね。だからぴったり合わないのをごまかすために先端を丸くしているんですね。はい。で、それを踏まえてもう少し秒針を見ますとね、これまた普通の時計の秒針ってもっと長いじゃないですか。インデックスに触れるくらいですね。でもこれめちゃくちゃ短いじゃないですか。これもですね、秒針がぴったり合わない問題をごまかすためなんじゃないかと思うんですよね。で、この寸足らずな感じがまた先端の赤い丸と相まってポップで可愛らしいですね。はい。それで何が言いたいかというとですね、この特徴的な赤い針、ただ単にデザインのインパクトを持たせたいからとかそういうことだけではなくて、この形にはモチーフがあり理由があるっていうことが大事ですし、そこがいいんですよね。それを理解してデザインを見るとまた違った印象がありますしね。はい。いやー、この針とインデックスの組み合わせがちょうどいいカジュアル感があって絶妙ですね。で、あれですね、このデザイン、シンプルかつベーシックでありながら、一目見てそれだとわかるってところが本当にすごいと思いますね。皆さんも想像してもらいたいんですが、これだけ時計をシンプルにデザインしようとすると、よくある何の特徴もないデザインになってしまうと思うんですよね。それをここまでアイコニックなものにするっていうのは、やっぱりすごいデザインなんですよ。で、実際どれくらいすごいデザインなのかというとですね、これ知ってる方結構いらっしゃるかと思うんですが、一つエピソードがありまして、2012年にですね、Apple が iOS6 をリリースしてまして、その中の時計アプリのデザインがこの時計と酷似しているっていうか、はっきり言ってパクったってことで問題になったんですね。それで結局 Apple は多額のライセンス料をスイス連邦鉄道に支払ったっていうことがありましたね。つまりですね、Apple がパクりたくなるほどこのデザインは秀逸なんです。はい。では最後にですね、モンディはこのデザインの時計をいろんな種類出してますので、その中でおすすめのものを紹介したいと思います。まずはシンプリエレガントですね。どこがいいかというとですね、まず薄い。厚さが 6mm しかないっていうのがいいですね。あとこれちゃんとサファイアガラスが使われているんですよね。他のラインだとミネラルガラスを使っているものもあるんですけどね。はい。デザインがポップなので、名前の通りシンプルでエレガントに振っているので、ちょうどいい塩梅になっているんじゃないかと思います。で、あとは逆にもっとポップに行きたいよって方にはですね、エボ2というのがありまして、これにターコイズブルーのダイヤルのものがあります。これ相当インパクトありますので、好みが分かれそうですが、選択肢としてはありかなと思います。そしてですね、最後ですが、モンディーンと言ったらこれだっていうのが最近復活したモデルストップトゥーゴーですね。さっきまで散々吠えていたステーションクロックの方のストップトゥーゴーという機構ですが、すみません、このストップトゥーゴーというモデルにしかなくてですね、他のモデルは針の動きが普通なんですよね。なんですけど、このストップトゥーゴーはしっかり秒針が58秒で一周してくれます。自分針と秒針でそれぞれ別のモーターが使われていて、腕時計であの動きが再現されています。なので非常におすすめと言いますか、これぞ真骨頂的なモデルでございます。私も前のモデルを使っているんですが、なかなかいいです。はい。ただですね、これいくつか気になるところがありまして、まずリューズがないんですよね。デザイン的にはよりステーションクロックっぽくなっていいと思うんですけどね。それでリューズがなくなった代わりに側面についているボタンをピンで押して時間を合わせたりするらしいんですが、ちょっとめんどくさそうです。前のモデルなんかは割と針が微妙にずれたりして時刻合わせ以外にも針を調整する時があったんですが、その辺が改善されているといいんですがね。あとはこの時計結構分厚いです。34mm のモデルが厚さ 11.5mm、41mm のモデルが 12mm なんで、見た目はシンプルなクォーツなんですけど存在感がありますね。その辺が気にならないよっていう方はストップ2をおすすめでございます。はい、というわけでおすすめのナンバーワンカジュアルウォッチモンディーンの紹介でした。気になる方はぜひお店でチェックしてみてください。では今日はこの辺で。みんなあったかくして寝ろよー。